反響爆撃機が突撃してくる。さあ今日は対空マシンを使っていきましょう。対空マシン、一体どういうこと？今日はどんな艦艇が出てくるのやら。とりあえず、この画像を見ればわかる。これまた、随分と対空砲がびっしり搭載されてんな。とんでもない数の対空砲が見えるわね。これがまさに対空マシンの正体さ。それで、なんて艦艇なんだ？今回はティアゴアメリカ戦艦テキサスに乗っていきますせ。なるほどね。ところで対空性能はどんな感じなの？大量の対空砲を搭載してるだけあって、ティアゴ屈指の高対空艦になってる。長距離対空は搭載してないみたいだが、短中距離対空の秒間ダメージがえげつねえな。なかなかの空母泣かせの性能をしてるわね。これはまだテキサスの全力の対空火力じゃない。まだ対空火力を強化できるのか？ある消耗品を使うと対空火力を一定時間底上げできる。ある消耗品ってまさか？そう、テキサスはスノ高対空に加え、対空防御砲火を搭載してる。あの高対空をさらに鬼強化できるのか？対空性能に全振りした戦艦ね。そう、この圧倒的な対空性能がテキサスの売りになってますせ。とりあえず、テキサスの対空性能はよくわかったわ。そんで、戦闘の方はどうなってるんだ？とりあえず、B 拠点あたりに向かってみようかなと。今回は随分適当に動くのね。なんかどう動くか迷うから、もういっそのこと雰囲気で動こうかと。適当すぎんだろ。ここで側面を向けてる戦艦を発見。相手は格上戦艦。かなり遠距離だが、ダメージは通りそうなのか？今は真横向けてるし、多分いけると思う。残念ながらダメージは与えられなかったみたいね。まあかなり遠距離だったし仕方ないか。遠距離なら極力同角戦艦を狙うのが良さそうだな。格上相手は厳しいしそうしよう。A 拠点に突撃してきた戦艦を発見。また格上戦艦。まあ側面を見せてるし、この距離ならダメージが通るはず。運が良ければバイタル貫通もいけそうだな。レイムさん全然ダメージ入ってませんよ。弾がばらけたから仕方ない。敵戦艦に命中、まともなダメージを与えた。さっき思いっきり巡洋艦相手に外してたわね。今日はいつもにましてガバガバエイムだな。安心しろ、私のエイムはいつもガバガバだから。それって本当に安心していいの？ここで瀕死の戦艦を狙っていく。ところで、飛行の性能はどんな感じなの？基本的な性能はニューヨークと同じになってる。つまり、ニューヨークと同じ感覚で使えるってことだな。そう。でもテキサスの方が装填時間が遅くなってる。装填時間は、もうアドレナリンでカバーするしかないわね。まあそうなるね。これで手法の性能は理解した。ところで、さっきの瀕死の戦艦にダメージを与えれてないぞ。あれれ？おっかしいな。今日はほんとこういうのが多い。まあ次こそは、こうならないと思うよ。信用できねえな。あの真横を向けた戦艦なら大ダメージを狙えるはず。なんかまた外れそうな気がするんだぜ。今度は、きっと大丈夫さ。前方にて B 拠点に突撃してくる戦艦を発見。それなら、次は前方の戦艦を狙っていく。さっきの戦艦には命中したみたいだな。無事に当たってほんとよかったよ。あの戦艦、こちらに側面を見せてる。よし、絶好の攻撃チャンスだ。これは大ダメージを狙えそうだな。直前で点打されたわね。いまいちのダメージか。もういっそのこと突撃して接近するのはどうだ？それもいいけど、この戦艦の速力的に厳しいところ。そっか、このティア隊のアメリカ戦艦は鈍速だったわね。そう、相変わらずの鈍速だから移動するのは苦手。速力21ノットじゃないんだな。速力はニューヨークと比べてわずかに低下してる。つまりさらに鈍速ってことね。だから接近を諦めてこの距離で戦う。側面を見せてる戦艦を発見したから攻撃する。相手は同格の戦艦。この距離で過貫通2発ってどういうこっちゃねん。ものすごい弾がばらけてたわね。安心しろ、まだ攻撃チャンスはあると思うぞ。今度こそ大ダメージが入るのを期待する。もし外れたらどうするんだ？そしたら、もう泣きそうになるよ。バイタル貫通はしなかったけど、もろに入った。これで敵戦艦を瀕死にしたぞ。でも敵戦艦が島影に隠れちまうぞ。仕方ない。敵戦艦を狙える位置まで、の鈍速戦艦でノロノロ移動するしかない。B 拠点に接近したところで敵駆逐艦を発見。あの駆逐艦、島に向かって進んでるし、動きを予測しづらい。点出しそうでしない。あやふやな動きをしてるな。逃げられちゃった。まあ距離もあったし仕方ないわよ。それで、B 拠点にいた戦艦はどうなったの？私たちがノロノロ移動してる間に味方が全員ブタをしちゃった。移動が遅くて間に合わなかったんだな。絶好の位置にいる巡洋艦を攻撃。この距離なら巡洋艦を吹っ飛ばせそうね。てか前方から爆撃機が接近してるぞ。いよいよ、テキサスの高対空を見せる時だった。最初から対空防御砲火も使って全力で行く。さっきの巡洋艦を消し飛ばしたわよ。とりあえず、今は対空に集中だ。思ったより落ちないんだぜ。まあテキサスは航空機が短距離対空に入ってからが本番だから。短距離対空に入った瞬間、一気にボロボロ落ちたわね。反響爆撃機を相手に4機も落とせれば十分さ。
それで、敵空母はもう私たちを狙ってこないと思う。どうしてなんだ？そりゃあ、隠した戦艦にフル中隊の爆撃機を半壊させられれば露骨に避けたくもなりますわ。なるほどね。それだと対空の出番がなくなりそう。まあテキサスは空母がいる試合でも一度も対空を使わずに試合が終わることも珍しくないから。どういうこっちゃねん。テキサスが高対空なのは結構知られてるし、だから敵空母から露骨に避けられる。敵空母から狙われないのはいいことなんだろうけど、それだとテキサスの高対空を活かせないし、いいんだか悪いんだか。少なくとも味方に強力な防空を提供できるから無駄にはならない。確かに。ここからは A 拠点付近にいる空母を攻撃するため、しばらく移動する。島影に隠れた敵空母を発見。あの空母、動いてないし無防備。この状況なら破壊機も狙える。動いてないように見えるが、少しずつ後退してるっぽい。弾が結構ばらけてる。多分、バイタル抜けないかもしれん。思ったよりダメージを与えられなかったな。すぐには逃げられないだろうし、まだ攻撃チャンスはあると思う。それに味方駆逐艦がスポットしてるから、隠蔽に入って逃げられないはず。さあ敵空母よ、これで最後だ。これ外したら島影に隠れられそう。味方に包囲されてるし隠れられる心配はないはず。よっしゃー、破壊地敵だぞ久しぶりの破壊地だな。さっき撃った弾がピンポイントでバイタルに命中してた。やっぱ破壊地した時が一番テンション上がるな。ところで、空母を倒したから対空砲の出番がなくなったぞ。やっべ、ほんとだ。ってことは今回はもう出番なし？ふふ、こんなこともあろうかと。トレーニングにて、テキサスの対空戦闘の様子を撮影してきた。おお、ちゃんと準備してたのは感心だな。それで、相手は隠した空母？そう、隠したならボロボロ落とせるし、テキサスの対空火力を見る実験台にちょうどいい。なるほどね。まだ中距離対空なのにボロボロ落ちてるな。まあ相手はボットだし、簡単に落としやすいのはある。そっか、相手がプレイヤーだとアプグレや環境スキルで強化できる分落とすのに時間がかかりそう。さすがのテキサスでも最初の攻撃を完全に防ぐのは厳しいけど、反復攻撃を阻止できるだけの対空火力はある。格下でこんな感じなら、格上空母でも反復攻撃をするのは厳しそうだな。敵の航空機は生還なしの全滅。まあこれでテキサスの対空火力は大体分かったはず。それじゃあそろそろ戦闘に戻る。島影から出てきた敵戦艦を攻撃する。相手は瀕死だし、これで倒せそう。敵戦艦を撃沈。敵の残り艦艇数は2隻。おっしゃ、なんとか撃沈だけできた。ところで、前半は活躍できてなかったのになんか後半から妙に活躍してないか？それ自分も思ってたんだけど、敵巡洋艦を沈めたあたりから調子が良くなった気がする。どうして？それは自分も知りたい。側面を向けた戦艦が島から出てきそうだから、こんにちは AP を投げつけていく。こんにちは AP、受け取りたくない挨拶ね。ここでバイタル貫通。よっしゃ、またバイタルリボンが増えたぜ。今回の戦闘はよくバイタルを抜いてる。前半のガバガバエイムは、一体何だったんだ？あれは準備運動だったから、異論は認めません。もうめちゃくちゃやん。ところで、どうして島に衝突してるの？いやー、全訪問を撃とうと無理に点出したらこうなった。敵に側面を見せてるからバイタル抜かれそうだな。てか大事なこと思い出したんだが、この戦艦の生存性はどうなってるの？あやっべ、話すの忘れてたわ。大事なこと忘れないでちょうだい。基本的な性能はニューヨークと同じになってる。そして、わずかだけど耐水雷防御はテキサスの方が上。なるほどね。バイタルはどんな感じなの？バイタルはしっかり水面下にあるし、側面を見せない限り抜かれないかなーってところ。生存性は大体理解したんだぜ。それで、ここからどうするの？残りは敵駆逐艦だけだし、時間的に厳しいだろうけど、C 拠点に移動する。最後は敵駆逐艦を見つけたところで試合が終了。あの敵駆逐艦、フルヘルスなんだぜ。無傷生還を達成してる。戦闘の結果はこんな感じ。チーム内順位は2位。よく序盤のひどい状況から順位2位まで上がれたな。まあ後半の方は調子が良かったからね。それと、序盤のことはもう忘れてもろて。あ、はい。それで、テキサスはどうだったの？あまり空母に狙われなくて対空の出番がなかったけど、ニューヨークと同じ感覚で扱えるから癖もなく使いやすいと思う。なお鈍足なところに目をつぶるなら。そんで、空母に狙われる状況ならテキサスの対空は頼もしい味方になってくれるね。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録と高評価をよろしく頼む。ゲームのリンクは概要欄に載せてるよ。それじゃあバイバイ。